緊急地震速報をお伝えいたします。緊急地震速報をお伝えいたします。10時17分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度3の地震が発生する模様です。念のため海岸から離れてください。緊急地震速報をお伝えいたします。島根県東部を震源とする最大震度3の地震が発生した模様です。地震の規模を示すマグニチュードは 3.3、震源の深さおよそ 10km です。念のため海岸から離れるようにしてください。緊急地震速報をお伝えしています。10時17分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度3の地震が発生した模様です。この地震による津波の情報は入ってきておりません。念のため海岸から離れてください。また現在いただいた情報で言いますと、鳥取市から少しぐらぐらと揺れたとチャットでご参加いただいています。他に島根県の方から小さい地鳴りのような音がして少し揺れましたとチャットでご参加いただいております。現在緊急地震速報をお伝えしています。10時17分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度3の地震が発生した模様です。念のため海岸から離れてください。地震の規模を示すマグニチュードが 3.3、震源の深さおよそ 10km と推定されています。またこの地震による津波の状況入ってきておりません。海岸からは離れ安全な場所へ移動するようにしてください。また緊急地震速報です。強い揺れが予想される地域をお伝えします。鳥取、島根、広島、岡山、緊急地震速報です。強い揺れが予想される地域をお伝えします。鳥取、島根、広島、岡山、対象地域では慌てずにまず身の安全を確保してください。海岸から離れるようにしてください。海岸から離れてください。先ほど発生した地震によりまして最大震度6弱と推定されています。島根県東部を震源とする最大震度6弱の地震が発生した模様です。地震の規模を示すマグニチュードが 6.3、震源の深さおよそ 10km です。緊急地震速報をお伝えしています。最大震度6弱と推定されています。今すぐ海岸から離れてください。大きく揺れていると広島の方からチャットでもご参加いただいています。今すぐ海岸から離れ安全な場所へ移動をするようにしてください。現在横揺れをしているとコメントもいただいており、大阪の方から、少し揺れているとチャットでもご参加いただいています。現在緊急地震速報をお伝えしています。10時18分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度6弱の地震が発生した模様です。現在もすごい揺れていると広島市の方からお伝えいただいています。海岸から離れすぐに安全な場所へ移動してください。また松江市の方からめちゃくちゃ揺れたとご参加いただいています。大阪でも非常に強い揺れということでコメントをいただいており、非常に強い揺れ各地で観測しています。ではウェザーニュースのアプリからも最新の情報を確認して、またここで確定の地震の情報が入ってきました。こちら実際に観測した震度の情報です。最大震度は5強となっております。まだ津波の状況は入ってきておりません。海岸から離れるようにしてください。確定の地震の情報が入ってきました。先ほど発生した地震、最大震度5強とみられます。またウェザーニュースのアプリからも最新の情報を確認していきましょう。アプリウェザーニュースは無料でどなたでもダウンロードをしてご利用いただけます。アプリを開いていただきまして、画面左下メニューバー3本線から進んでいきましょう。減災・防災のカテゴリーから左上地震情報で見ていきます。そうしますと最新の地震の情報、こちらお手元のスマートフォンからもご確認いただけます。こちらの津波の情報はまだ入ってきておりません。念のため海岸から離れてください。またこちら震度の詳細タップしていただきますと詳しい情報をご覧いただけます。ぜひご覧ください。そして現在ウェザーニュースのアプリから地震の体感の情報をいただいております。こちら激しい揺れというオレンジ色のプロット、また強い揺れを感じている方もいらっしゃいます。そして弱い揺れというものを四国からまた広い範囲、兵庫県に関しましていただいております。
またここで津波の最新の情報が入ってきました。この地震による津波の情報は、心配はありませんとのことです。この地震による津波の心配はありません。改めて地震の情報をお伝えしていきます。10時18分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。この地震による津波の心配はありません。強震震度また各地から揺れましたというご報告多くいただいております。先ほど10時18分ごろの地震、最大震度5強です。この地震による津波の情報ですが、津波の心配ないということです。強い揺れ感じたエリアの皆さん、島根県鳥取で、現在大阪のあたりからも、実際に地震の揺れの体感いただいております。地震によりましてお怪我などはないでしょうか。改めて安全な場所でお過ごしください。岡山市の方からも車の中でもしっかりと揺れたといただいています。また非常に多くの揺れへの体感報告いただいております。地震の体感報告ご覧いただいています。震源の近くに関しましては激しい揺れというプロットオレンジ色です。確認することができます。そして広い範囲で強い揺れ、そして近畿のあたりからもですね、弱い揺れのご報告いただいております。ゆらゆら数秒揺れた、そして床が横揺れしました。少し横に床の揺れを感じましたというふうにいただいております。また現在この地震による津波の心配はございません。この地震による津波の心配はありません。大阪ですが横揺れが2回ほどあったというふうにいただいております。改めて地震の情報をお伝えしていきます。10時18分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。この地震により広い範囲で地震を観測しています。ただこの地震による津波の心配はございません。地震の規模を示すマグニチュードは 6.2、震源の深さおよそ 10km です。改めて地震の情報をお伝えします。10時18分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度、ここで新たな緊急地震速報が入ってきました。10時24分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度3の地震が発生した模様です。先ほどお伝えした最大震度 5強のものとは別の地震、この地震による津波の情報は入ってきておりませんので、引き続き念のため海岸からは離れてください。先ほど10時18分のものとは別の地震、緊急地震速報でお伝えしています。10時24分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度3の地震が発生した模様です。地震の規模を示すマグニチュードは 4.0、震源の深さおよそ 10km です。先ほどの地震とはまた別の地震が発生しております。緊急地震速報でお伝えしています。念のため海岸から離れてください。また揺れたと島根県の方からいただきました。そして倉敷市の方から強く揺れたけど外見的には特に被害はないといただいています。強震震度2。また念のため海岸から離れるようにしてください。現在10時18分頃に発生した地震の情報をご覧いただいています。また先ほど10時24分頃に緊急地震速報でも地震の情報が入ってきました。またこちら震度5強を観測した10時18分頃のライブカメラの映像をご覧いただきましょう。こちら出雲市の現在10時18分頃のライブカメラの映像をご覧いただいています。電線が大きく揺れる様子、また画面右側にございます物干し竿でしょうか、こちら置物の場所ですね、しっかりと揺れている様子、ライブカメラからもご覧いただけます。こちらは最大震度5強を観測しました10時18分頃のライブカメラの映像です。電線が非常に大きく揺れています。ライブカメラからも地震の揺れの体感、このようにご覧いただけます。非常に揺れたという報告も多くいただいておりまして、揺れの強さ、ライブカメラの映像からも確認いただけます。
先ほども10時24分ごろ、最大震度3の地震が発生したと思われますが、同程度の地震の可能性がございます。引き続き安全な場所でお過ごしください。松山の方からゆらゆら揺れたというふうに報告もいただいております。現在画面でご覧いただいているのは、先ほど10時18分ごろ、最大震度5強の地震が発生した場合の、ライブカメラの映像をご覧いただいています。また、こちらご覧いただいているのは、10時18分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震の情報です。この地震による津波の情報ですが、津波の心配はありません。地震の規模を示すマグニチュードは 6.2、震源の深さおよそ 10km です。では、香川県からいただきましたリポートをご紹介していきます。こちら、地震発生時の香川県坂出市の方からいただいた実際の映像です。スマホに地震速報が出た直後に揺れが来ました。震度は4かなということで、実際の動画いただいています。こちら、電飾が大きく揺れている様子伺えます。こちらご覧いただいているのは香川県坂出市からいただいた現地の地震の発生時の様子です。また岡山の方からは一発目の地震揺れたけど、その後の地震による体感あまりなかったということでいただいております。この最大震度5強の地震によりまして広い範囲で地震を観測しています。緊急地震速報です。強い揺れが予想される地域をお伝えします。鳥取、島根、緊急地震速報です。強い揺れが予想される地域をお伝えします。鳥取、島根、対象地域では慌てずにまず身の安全を確保してください。10時28分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度4の地震が発生した模様です。先ほど発生した18分頃の地震とはまた異なる地震の情報です。念のため海岸からは離れるようにしてください。現在こちら島根県東部を震源とする地震が頻発しています。改めて安全な場所でお過ごしください。こちらの地震でも、緊急地震速報最大震度5弱の発表もありました。最大震度地震速報では新たに更新されているもの、随時最新の情報をお伝えしています。現在地鳴りがしているというふうにもコメントでいただいています。先ほど10時28分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度4の地震が発生した模様です。地震の規模を示すマグニチュードが 4.9、震源の深さおよそ 10km です。先ほど発生した最大震度5強の地震とは異なる地震、こちら島根県東部で地震が頻発しており、この地震による津波の情報は入ってきておりません。安全な場所で命を守る行動を最優先にしてください。念のため海岸から離れるようにしてください。10時28分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度4の地震が発生した模様です。地震の規模を示すマグニチュード 4.9、また結構長めに揺れていると、皆さんから情報をいただいております。大阪府からも揺れが来たというふうにいただいています。現在緊急地震速報で10時28分頃に発生した地震について緊急地震速報でお伝えしています。この地震による津波の情報は入ってきておりません。命を守る行動を最優先にしてください。念のため海岸からは離れるようにしてください。また先ほど発生した10時18分頃の地震について改めてライブカメラの映像で見ていきましょう。こちら10時18分ごろ、最大震度5強が発生した時の鳥取のライブカメラの様子です。物干し竿が大きく揺れている様子、また奥に見えます電線もゆらゆらと揺れています。また鳥取県の方から本棚から書類が落ちたというふうにもコメントいただいています。現在こちら鳥取県また島根県のあたり最大震度5強を観測したエリア、地震が頻発しています。改めて命を守る行動、落ち着いて身の安全を確保するようにしてください。姿勢を低くして頭を机の下に隠すなど、上から落ちてくるものや倒れてくるもので怪我をしないよ
身を守る行動をとるようにしてください。また最新の地震の揺れ報告をご覧いただいています。こちら地震の揺れ報告です。10時30分最新のものをご覧いただいています。ドンと突き上げるような揺れについて山陰エリアでプロット確認することができます。そして広い範囲でゆらゆら揺いそう。またガタガタ小刻みというふうに地震の揺れの報告いただいています。また横揺れがありましたと岡山県の方からもいただいています。また地震の大きさ、体感についても見ていきましょう。激しい揺れというものがオレンジ色のプロットです。他強い揺れが黄色、弱い揺れというものが近畿のエリアなど、また四国、九州北部などにかけまして広がっています。島根県、また鳥取で最大震度5強の地震が18分に観測しています。そして最新の情報が入ってきました。10時28分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。こちらお伝えしておりますのは確定の情報です。先ほど10時28分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードが 5.1、震源の深さおよそ 10km です。この地震による津波の心配はありません。こちら地震による津波の心配はありません。また現在この地点では地震が頻発しています。揺れが収まってもさらにまた緊急地震速報入ってくる可能性もございます。また続々とこの地震の情報入ってきております。不安に思われる方多くいらっしゃるかと思いますが、最新の情報を改めて確認し、身を守る行動、ご自身の命を最優先にしてください。また皆様の普段お使いいただいているスマートフォンからも最新の情報を、また新たな地震の情報が入ってきました。緊急地震速報です。念のため海岸からは離れるようにしてください。最新の緊急地震速報をお伝えしています。先ほど発生した最大震度5強の地震とはまた別の地震、同じ地点で発生しています。10時34分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度3の地震が発生した模様です。地震の規模を示すマグニチュードが 3.4、震源の深さおよそ 10km です。この地震による津波の情報は入ってきていません。念のため海岸からは離れるようにしてください。こちら同じ震源地で地震が頻発しています。改めて身を守る行動をとってください。また津波の情報が入ってきておりませんので、念のため海岸から離れるようにしてください。また多くの方から揺れの報告いただいております。揺れは感じませんでしたと福岡の方から、また島根県の方からずっと揺れているとご報告いただいています。またお車運転中の方、大きく揺れた場合、車を止めて安全に行動するようにしてください。運転中の方でも揺れを感じる方多くいらっしゃいます。また現在高速道路にも影響が出ているようです。アイハイウェイの交通情報をご覧いただいています。現在地震によりまして通行止めが発生している模様です。蒜山インターチェンジから米子インターチェンジにかけまして上下線で現在地震によりまして通行止めが発生しております。こちらハイウェイ交通情報をご覧いただいています。地震によりまして道路交通情報にも影響が出ています。安来料金所から米子西インターにかけて、こちらでも地震の情報によりまして通行止めが発生しています。こちら現在地震が頻発しています。先ほど最新で入ってきた緊急地震速報に関しましても、地震の情報によりまして津波の情報入ってきておりません。念のため海岸から離れるようにしてください。現在地震が続いています。そして先ほど34分頃に入ってきた緊急地震速報によりまして、
新たな情報が入ってきました。実際に観測された情報です。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。こちら先ほど発生した34分頃の地震、最大震度2となっております。また現在震度5弱や震度2など地震が頻発しております。改めて命を守る行動を取るようにしてください。改めて先ほど発生しました最大震度5強の地震についてお伝えしていきます。10時18分頃、島根県東部を震源とする最大震度、強い揺れが予想される地域をお伝えします。鳥取、島根、緊急地震速報です。強い揺れが予想される地域をお伝えします。緊急地震速報です。強い揺れが予想される地域をお伝えします。鳥取、島根、広島、岡山、緊急地震速報です。強い揺れが予想される地域をお伝えします。鳥取、島根、広島、岡山、対象地域では慌てずにまず身の安全を確保してください。最大の震度随時更新されていきます。入ってきた情報の中では一番強いものでご覧いただいている最大震度5強が見込まれています。非常に強い揺れ感じている方多くいらっしゃいます。身を守る行動をとってください。先ほどからお伝えしておりますが、この地震によりましては念のため海岸から離れ安全な場所でお過ごしください。非常に強い揺れ感じている方も多くいらっしゃいます。落ち着いて身の安全を確保してください。先ほど10時18分頃から地震が頻発しています。新たな最大震度ですが推定では5強が見込まれています。現在新たな緊急地震速報をお伝えしています。島根県東部を震源とする最大震度は5強と推定されています。この地震による津波の情報入ってきておりません。念のため海岸から離れ身の安全を守る行動を最優先にとってください。また最大震度4でも地震の情報入ってきておりますが、この地震緊急地震速報、ここで推定ではなく確定の地震の情報、実際に観測された地震の情報が入ってきました。10時37分ごろ、緊急地震速報で最大震度5弱とお伝えしておりましたが、こちら確定の情報で最大震度4となっております。実際に観測された情報は震度4です。先ほど10時37分ごろ、実際に観測された地震の情報、最大震度4となっております。またこちら現在入ってきている情報で最大震度4となっている地震に関しまして、神戸市の方からまだ揺れていますというふうにコメントもいただいております。広島県の方からまた大きく揺れたとコメントでもいただいています。香川県からは強めの横揺れが再びというふうにいただいております。現在空チャットウェザーニュースライブのチャットからも多くのご報告いただいております。島根県からは運転中でしたが揺れが続いて動けませんというふうにいただいています。お車の運転の際非常に大きい揺れを感じた場合、側道に車を止めるなど安全な行動をとるようにしてください。またエレベーターなどの使用中、止まったなどの方もいらっしゃるかと思います。現在地震が頻発しておりますので、このエリアではエレベーターのご利用などは控え、階段などをご利用するようにしてください。また地震の情報に関しましていただいた情報をご覧いただけます。こちら島根県出雲市からいただいた実際の地震のエリアからいただいたお写真です。コメントには、ここまで大きい地震は鳥取西部地震以来です。最初、下から突き上げた後、強めに揺れました。物が少し散乱しました。そしてまた今も地震が来ました。震度3ぐらいというふうにコメントをいただいています。こちら、物が散乱している様子、画像からも確認することができます。そして続いてこちらです。広島市からいただいたこちらの動画ですね。
地震がありました。家が揺れて怖かったです。ドドンと音も聞こえ怖いですと、照明がゆらゆらと揺れている様子が確認されます。こちら広島県でも照明が揺れるほどの揺れ、こちら確認することができます。続いてこちらをご紹介していきます。岡山県からいただいたリポート、実際の地震が観測された時の映像です。すごい揺れでしたと、水槽ですね。こちら水槽の水面も非常に揺れておりまして、非常に揺れが、こちらの映像からも確認することができます。また、チャットから停電が発生しているという情報が入ってきました。この地震によりまして停電が発生しているということです。改めてそちらの情報、新しいものが入ってき次第、こちらからもお伝えしていきます。現在、地震によりまして停電が発生している模様です。また、先ほどもお伝えしていきましたが、道路交通情報にも影響が出ているようです。そして山陽新幹線にも影響が発生しております。改めてこちらの情報も確認していきましょう。現在、地震が頻発しております。最大震度5強の地震が発生しております。地震によりまして山陽新幹線、停電によりまして運転見合わせが発生しています。博多から新大阪にかけまして、こちら止まっている区間、赤色の表示でご覧いただけます。山陽新幹線、現在停電によりまして止まっている区間という表示で赤く色塗りされているエリアです。こちら博多から新大阪にかけまして停電によりまして運行状況止まっているという情報が入ってきました。現在運転見合わせ山陽新幹線で発生しています。ではウェザーニュースのアプリからも地震の情報を確認していきましょう。アプリウェザーニュースの画面です。どなたでも無料でダウンロードしてご利用いただけます。お天気アプリウェザーニュースからは地震の情報を随時ご確認いただけます。アプリを立ち上げて出てくるこの画面、マイ天気からは位置情報連動でお天気をご確認いただけますが、画面の上の部分にもございますが、島根県や鳥取で最大震度5強の地震が発生したと新たな情報が入ってきています。画面左下メニューバー3本線から減災・防災のカテゴリー地震情報で見ていきましょう。こちら最新の地震の情報が随時更新されていきます。震度の詳細という部分タップしていただきますと、地震による津波の情報や各地点の震度についてご覧いただけます。他の地震という青いタブタップしていただきますと、時系列でこのようにすべての地震をご覧いただけます。上のオレンジの部分からは震度5弱以上の地震がまとめてご覧いただいています。現在こちら島根県東部で地震が頻発していますが、まず第一報としまして10時18分頃、最大震度、こちら、5強の地震が発生しています。そちらタップしていきますと、このように各地点の震度をご覧いただけます。赤い×印、震源となっております。こちらも震度の詳細見ていきますと、各地点の震度詳しくご覧いただけます。皆様のお住まいのエリアに影響があるか、改めてこちらからご確認ください。そして画面の上、お天気アラームとございますが、こちら現在地連動のアラーム見ていきましょう。地震アラームを設定していただきますと、現在地に連動して震度3以上の地震が発生した場合、スマートフォンにプッシュ通知でお知らせが届きます。こういった最新の地震の情報をぜひ得るようにしてください。改めてお伝えしていきますが、アプリウェザーニュースからは地震の情報、最新のものをご確認いただけます。こちら、震度18分頃に発生した地震に関しまして、他の地震という部分タップしていきますと、このようにご覧いただけます。詳しい地震の情報、最新の正確な情報を得るようにしてください。ウェザーニュースのアプリをご紹介していきました。
またここでウェザーニュースのアプリに寄せられました地震の揺れの報告や体感報告についても確認していきましょう。こちら地震の体感報告です。10時40分時点の最新のものをご覧いただいています。西日本の広いエリアに関しまして、こちら震源の近い部分では激しい揺れというオレンジ色のプロットが確認することができます。また広い範囲で地震の揺れの体感報告いただいています。九州の北部から近畿のエリア、また東海エリアに関しましても揺れの報告でいただいておりまして、弱い揺れを感じている方ございます。激しい揺れオレンジ色、黄色の揺れ、黄色のプロットですが強い揺れを表しています。そして地震の揺れの報告も見ていきましょう。こちらドンと突き上げる揺れ、震源の近くで感じている方が多くいらっしゃいます。またゆらゆら酔いそう、ガタガタ小刻みという地震の揺れの報告をいただいております。こちらも九州から近畿エリア、また東海エリアなどに関しましてもご報告で多くいただいています。また停電の報告としましても多くいただいておりますが、停電発生しているエリアもあるようです。改めて最新の情報を随時確認するようにしてください。地震の情報をお伝えしていきます。先ほど10時18分頃に発生した最大震度5強の地震などについて詳しくお伝えしていきます。10時18分頃、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。この地震による津波の心配はありません。地震の規模を示すマグニチュードは 6.2、震源の深さおよそ 10km です。続いてこちらです。10時28分頃、島根県東部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードが 5.1、震源の深さおよそ 10km です。現在、島根県東部を震源とする地震が頻発しています。また、ウェザーニュースのアプリに寄せられました地震の揺れの報告を見ていきましょう。震源地を中心としまして、ドンと突き上げる揺れを感じている方多くいらっしゃいます。また広い範囲でゆらゆらと酔いそう、ガタガタ小刻みというご報告を広くいただいております。また地震の体感報告です。こちらも震源地付近から激しい揺れというオレンジ色のプロットが確認できます。また弱い揺れ黄色のプロット、強い揺れを黄色のプロット、弱い揺れ緑色のプロットで確認することができます。九州から近畿東海エリアにかけまして広くご報告をいただいております。ではウェザーニュースのアプリからも最新の情報を確認していきましょう。ウェザーニュースのアプリ、画面左下メニューバー3本線から減災・防災のカテゴリー、左上地震情報で見ていきます。
共そうし振震度ますと最1、新の地震の情報が随時更新されていきます。先ほども10時41分ごろ最大震度1の地震が発生していました。こちら震度の詳細という部分をタップしていきますと、その地震による津波の情報や各地点の震度をご覧いただけます。そして他の地震という青いバナーをタップしていただきますと、すべての地震をこのようにご覧いただけます。10時18分頃の震度、5強の地震タップして見ていきましょう。そうしますと広い範囲で地震を観測しています。こちらも震度の詳細を見ていきましょう。こちら地震による津波の心配はありません。そして各地点の震度このようにご覧いただけます。赤い×印が震源となっておりまして、最新の地震の情報をお手元スマートフォンからもご確認いただけます。現在こちらの地域では地震が頻発しています。ウェザーニュースのアプリをご活用ください。最大震度2の地震が発生しました。改めて地震の情報をお伝えしていきます。先ほど10時18分に発生した地震の情報です。10時18分ごろ、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。この地震による津波の心配はありません。地震の規模を示すこの先も地震の情報、最新の情報を確認するようにしてください。また、交通情報についてもお伝えしていきます。山陽新幹線が地震によりまして停電が発生しており、現在運休しているということです。博多から新大阪の区間に関しまして地震によって現在交通情報をお伝えしています。山陽新幹線では地震によりまして運転見合わせが発生しています。新大阪間から博多間で運転を見合わせております。またこちら停電による運転見合わせという情報も入ってきておりますが、地震により自動感知し現在送電を停止しているということです。現在新幹線などご移動中の方もいらっしゃるかと思います。ウェザーニュースのアプリからは最新の情報をご確認いただけますので、ぜひそちらもご確認ください。また新幹線の情報をお伝えしていきましたが、道路にも影響が出ているということです。こちらハイウェイ交通情報 iHighway をご覧いただいています。現在通行止めが発生しているエリアご覧いただいています。山陰道で現在通行止めが地震によりまして発生しています。米子西から安来インターチェンジ間で現在通行止めが発生しているということです。また米子道でも地震によりまして通行止めが発生しています。米子インターチェンジから昼田インターチェンジ間です。また現在一般道にも交通の乱れ発生している
可能性もございます。随時最新の情報をお伝えしていきます。共振震度1。ではここで地震発生時の、現地の様子についていただいた情報をご紹介していきましょう。こちら鳥取県米子市からいただいた情報です。米子駅のドラッグストア、商品が落ちていますということで、ご報告をいただきました。窓際の様子ですね、いただいていますが、商品が散乱している様子確認することができます。現在こういったドラッグストアのあたりにも影響が出ているということで、改めてこういった地震による情報をご確認いただくようにしてください。続いてご紹介していくのが島根県安来市からいただいた情報です。最大震度5強でした。最初縦に3秒くらい揺れた後に横に10秒くらい揺れました。その後も余震が連発していて不安ですというふうにコメントいただいています。改めて地震が頻発しているということで不安を覚えている方多くいらっしゃるかと思います。改めて最新の地震の情報を確認いただき、安全な場所ご確認ください。現在写真からも分かるように商品が散乱しているということで、ウェザーニュースのアプリをご紹介していきましょう。アプリウェザーニュースの画面です。アプリを開いて画面左下メニューバー3本線から減災・防災のカテゴリーで見ていきましょう。左上地震情報から最新の情報をご覧いただけます。こちら最新のものが随時こちらにご確認いただけます。上の部分更新のボタンで随時更新いただけますのでご活用ください。そして先ほど地震が入ってきた第一報としましては10時18分ごろ最大震度5強の地震が発生しました。他の地震という青いタブタップして見ていきますと、すべての地震を時系列でご覧いただけます。上のオレンジの部分、こちらは震度5弱以上の地震がまとまってございます。現在島根県東部では地震が頻発しており、震度5弱の地震としましては2回発生しています。震度5弱また5強の地震などは画面上の部分にまとまってございますので、それぞれご確認ください。ウェザーニュースのアプリをご紹介していきました。そしてこちらは鳥取県米子市からいただいた地震発生時の情報です。2度目の震度5くらいの揺れ、食器棚に地震の、開封防止していたけれども、一番上の段のコップが3個くらい落ちて割れてしまいましたというふうにいただいています。地震の備えをしていても強い揺れによりまして食器棚からコップや食器類が落ちてしまっており、こちら下の部分にもですね、割れてしまっている様子が確認できます。こういった割れたコップ、ガラスなどによりまして足元怪我をしないよう、地震頻発しておりますので、足元を保護していただくような対応をしてください。また頭上から物が落ちてくる可能性が多くございます。姿勢を低くして身の安全を守ることも大切ですが、上から落ちてくるものなどにも対応できるよう、怪我をしないようここで新しい地震の情報が入ってきました。発生日時としては11時頃です。先ほど11時頃、島根県東部を震源とする最大震度3の地震が発生した模様です。
地震の規模を示すマグニチュードが 3.2、震源の深さおよそ 10km です。現在、島根県東部で地震が頻発しています。この最新の地震による津波の情報は入ってきておりません。念のため海岸からは離れてください。こちら、緊急地震速報でお伝えしています。島根県東部を震源とする最大震度3の地震が発生した模様です。地震の規模を示すマグニチュードが 3.4、震源の深さおよそ 10km です。また、こちらの地震によりまして、わずかに揺れたというご報告、岡山市の方からもいただいております。現在、こちらでは地震が頻発しています。改めて身を守る行動を取るようにしてください。落ち着いて身の安全を確保してください。そして念のため海岸からは離れてください。先ほど11時ごろ、島根県東部を震源とする最大震度3の地震が発生した模様です。地震の規模を示すマグニチュードが 3.4、震源の深さおよそ 10km です。この緊急地震速報に際しまして、念のため海岸から離れるようにしてください。こちら、実際に観測された地震の情報です。先ほど緊急地震速報でお伝えした地震によりまして、最大震度は3と観測されました。こちら、地震の最新の情報をお伝えしています。最大震度は3と観測されています。また、被害の報告、ウェザーニュースのサポーターの皆さんからいただいた報告で確認していきましょう。地震の被害ですが、電車の遅延や停止、またエレベーターが停止しているという情報が、震源の近くから届いております。また、緑色の報告は室内被害です。先ほど画像や動画でもご覧いただきましたが、照明が揺れたり、また食器棚からコップや食器、ガラスが落ちてしまい割れている状況が多く届いています。地震によりまして、こういった室内被害や電車の遅延、停止、またエレベーターの停止が発生している模様です。現在、こちらの地点では地震が頻発しています。停電の発生している情報というものも皆さんからいただいております。改めて身の回りの安全を確保するようにしてください。また、先ほど発生した11時の地震について最新の情報をお伝えします。島根県東部を震源とする最大震度3の地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードが 4.1、震源の深さはおよそ 10km です。この地震による津波の心配はありません。ただ、現在この島根県東部では地震が頻発しています。改めて身を守る行動を取るようにしてください。では、ライブカメラの映像で地震発生時の映像を確認していきましょう。こちら、雲南市のライブカメラの映像です。島根県雲南市のライブカメラの映像です。ライブカメラからも積雪の情報が確認できますが、こちら10時18分、一番最初第一報で入ってきた最大震度5強の地震が発生した当時の映像です。カメラも大きく揺れています。ライブカメラからも大きく揺れている映像を確認することができます。積雪、また雪崩が発生する可能性などもありそうですね。こちらご覧いただいているのは10時18分、最大震度5強が発生した当時の映像です。チャットからも思った以上に揺れているとご報告もいただいております。大きく画面が揺れていて、ライブカメラの映像もガタガタと揺れている映像を確認することができます。こちらは雲南市の地震発生時、ライブカメラの映像でご覧いただきました。また続きまして、安来市ご覧いただきます。こちらも同じく10時18分、最大震度5強が発生した当時の映像です。カメラが大きく揺れております。ガタガタとカメラが大きく揺れ、画面からも大きな地震確認することができます。こちら
海面ですかね、こちらの海の様子、大きな変化などはライブカメラからは確認することはできません。またこちらの最大震度5強の地震によりまして津波の情報も入ってきておりませんので、ライブカメラの映像から見ましても水面の様子、大きな被害はないことがわかります。続いてのライブカメラの映像、こちらをご覧いただきます。出雲市の地震発生時、こちらも10時18分最大震度5強を観測した時点の映像です。こちらも大きくカメラが揺れています。画面もガタガタと揺れていて、画面を見ていても少し酔いそうな、そんな揺れであることがわかります。現在こちらの地点では地震が頻発しております。落ち着いて身の安全を確保する行動をとってください。またウェザーニュースのアプリからも最新の情報を確認していきます。アプリどなたでも無料でダウンロードをしてご利用いただけます。画面左下メニューバー3本線から減災・防災のカテゴリー、地震情報で確認していきましょう。そうしますと最新の地震の情報をこちらの画面からご覧いただけます。先ほど11時にも最大震度3の地震が発生しておりました。他の地震というバナータップして見ていきますと、すべての地震を時系列でご覧いただけます。第一報としましては10時18分に島根県東部で最大震度5強の地震が発生しました。こちらタップして見ていきますと、各地点の震度をご覧いただけます。赤い×印が震源地となっています。震度の詳細を見ていきますと、津波の情報や各地点の震度、詳しくご覧いただけます。こちら最新の地震の情報を確認する際にぜひお役立てください。ウェザーニュースのアプリからは最新の地震が入ってき次第、こちらから情報が更新されていきます。ぜひこちらご活用ください。